はーい、藤子です。今日は我が家にある調味料をご紹介しようと思います。料理のさしすせその砂糖かな。砂糖が我が家はこんな感じで、国産の沖縄のサトウキビ 100% の粗糖を使っております。お菓子にもだいたいこれを使っております。酒がね、こんなパッケージの可愛いからと思って選んでおります。このパッケージが意外としょっちゅう変わるみたいでさ、次のはほらこんなねパッケージで全然テイストが違う感じな。でもほら同じお酒、米国産保存に関しては開封後は冷蔵庫で保存してください。あら、お酒も冷蔵庫なんだ。で、みりんはいつさしすせそ入ってないけど、砂糖とみりんとちょっとね役割が違うんだって。なので砂糖とみりんって書いてあるレシピ、よく砂糖だけにしてみたりとかするんだけど、両方使うことに意味があるんだって。有機本格みりん、こちらのみりんを私はいつも使ってますね。みりんもね、蜂蜜みたいに固まることがあるんだね。蜂蜜同様に温めると元通りになります。じゃあ固まった蜂蜜もね、温めてあげたらいいんだね。愛知県で作られてるみたいだね。賞味期限は特に賞味期限がない感じなのかしら。腐ることがないみたいなことが書かれてるね。保存に関してはみりんは常温でいいのかな。で、塩なので海水 100% の国産の塩ですね。こちらを利用しております。伊豆大島の海水かな。有機純米酢を使っております。だいたいうちは調味料はラディッシュ坊やで買ってる感じなんだけど、お塩はねでっかいんだよね。ちっちゃいのがいいなと思ってスーパーで塩だけを買ってます。国産の米 100%、 保存の仕方は2年間ぐらい持つみたいだね。常温で保存してください。で、もちろん容器は瓶に入っております。醤油がね、国産丸大豆使用、容器は瓶に入ってるものを選んでおります。大豆が国産の遺伝子組み換えではないもの、小麦も国産のもので、保存の方法が冷暗所なので、前は常温で置いてたんだけど、常温で放置すると再発酵する恐れがあります。風味が変わるってだけなのかな。なんかね、冷蔵庫に入れるらしいよって言われて、そうなのって言って、それから私は醤油を冷蔵庫で保存するようになりました。で、意外とね、賞味期限がね短いのよ。10月の11日までだね。半年ぐらいしか持たないのよね、醤油って。だからあんまりでかいので買っちゃうとって感じよね。あと、さしすせそで味噌かな。味噌はね、いつもね手に入るのがね違うから、決まってるわけじゃないんだけど、無添加国産の大豆を使ってる遺伝子組み換えではないやつだよね。国産だね。保存の仕方は直射日光を避けて保存してください。開封後は冷蔵庫で保存し、お早めにご使用くださいだからいいんだね。なんとなくね、ほら子供の時からさ、味噌は冷蔵庫に入ってるもんだって思ってるからさ、何も考えずにね冷蔵庫に味噌は入れてて、で醤油はさ常温だったわけよ、うち。だから知らなくて、人に言われて最近ね冷蔵庫に入れるようになった感じだから、この2つは冷蔵庫に入っております。で、あとさしすせそにないんだけどっていう調味料ね、よく使うものとしては油はこんな感じでキャノーラ油だね。遺伝子組み換えじゃない、だいたい何でもこの油を使いますかね。菜種油、遺伝子組み換えではないオーストラリア産。容器はプラスチックには入ってないものを選んでおります。次ね、私が好きでよく使ってるごま油。だいたい手に入るのがこちらのごま油なので、油だからね、常温で保存すればいいんだよね。だいたいキッチンの下のところに、保存しております。で、みりんも砂糖みたいな感じだから常温。これはね、冷蔵庫に入れなきゃいけなかったらしい。砂糖の後にみりんは入れるといいそうです。
で、なんでさしすせその順番かっていうと、砂糖って材料に染み込みにくいんだって。味が染み込みにくい。粒子が粗いっていうのかな、素材の中に入っていきにくいので、先に醤油とかそういう粒子が細かくて食材に入りやすいものを入れてしまうと、後からね、こういう砂糖を入れてももう全然味付かないんだって。糖の次にみりんは入れるといいそうです。なんだろうね、粒子の問題なのかな、やっぱりそう考えるとね。そんな知恵を今日は仕入れたのでご紹介したくて、こんな我が家の調味料について本日はついでにご紹介させていただきました。容器はだいたい瓶のものを選んで、材料は有機のものを選んで、調味料だけはちゃんとしたものという感じで心がけております。ご参考になりましたら幸いでございます。ではでは。